皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の24日月曜日ですね。時間がまたしても大幅に遅れまして、現在日本時間の夜の10時20分ということで、約2時間近く遅れましたね。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、我々はノンフィクション作家故鬼塚秀明氏が遺言で残した全く新しい経済学、共生経済学を今こそ作り出そうというのが今日のメインテーマナンバー1ですね。ということで、先週は木曜と金曜と水木金と3日間連続で、お休みしましたんで、久しぶりの放送ということで、ちょっとこのメインテーマテーマが大きいんでですね、ちょっと時間がかかりました。申し訳ありません。ということで、今日のワイワイニュースライブ通算で2801回目ですね。で、明日が6月の25日がちょうどこのワイワイニュースライブを開始した2012年か。6月25日から数えますと、7年ということになるんですね。ということで、今日の放送を始めたいということです。最初のお知らせは先週の火曜日最後の先週のワイワイニュースライブのテーマですね。メインテーマ、日本国憲法第25条生存権、すべての国民は健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有するとを字面ではなく本当に国民に保障する政府とは何かと、こういう大きなテーマナンバー1ですね。これの表紙がですね、作っていただいた表紙がこういう表紙なんですね。非常になかなか父親と子供が笑ってると、笑ってる子供ということで、要するに生存権ですよね。非常に日本国憲法第25条の生存権の保障という条項はですね、世界に冠たるものだと思うんですけど、でも政府は歴代自民党政権を含めて戦後70年以上にわたってこの憲法第25条を忠実に実行した日本政府は存在しないという、これが最大の悲劇なんですね。なぜかと、一つはこの第25条の生存権の保障をしない政府に対する、罰則規定がないんですね。だから字面でしかないと、こういうことなんですね。それとこの生存権を保障すると、最低の文化的健康で文化的な最低限度の生活生存権を営む権利を持ってんだと、こういうことを高らかに謳ってるんですけど、それじゃ具体的にどうするのかという、いわゆるこの憲法第25条の生存権の保障を具体化するようないわゆる条文ですよね。これが歴代自民党政権を含めた戦後今までの政権は具体化する法案法律政策を一切作ってこなかったということなんですね。ということで、今日のメインテーマとも共生経済学を我々が作り出そうと、御用学者に任せてらんないよと、こういうことなんですね。で、この生存権ベーシックインカムを字面ではなくて本当に保障する国民に権利として保障し実行する政府とは一体どんな政府なのかということと、それから今日のメインテーマ、
共生経済学を我々自身が作り出そうというものと非常にリンクしてますので、当分このテーマをメインに取り上げていこうと思うんですね。そしてこの先週火曜日の放送の現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが631名様、YouTube が605名で、全体で1236名ということなんですね。そして今日の画像ですね。今日の画像、最初が NHK の世論調査、でっち上げ世論調査、これは6月の7日から9日の3日間 NHK が実施したということで、これ電話なんですね。2400何名で、そのうち、回答したのが1200いくらということで、でっち上げですね、これ。で、安倍内閣支持が 42%。これか。そして不支持が 34%。相も変わらずこういうでっち上げの数字を NHK をはじめとして、共同通信、時事通信、それから6大全国紙とその資本系列化のテレビと全部で 10の日本のメディアグループがこのような内閣支持率をでっち上げて、世論操作しているということなんですね。でこの前も言いましたように、この世論調査の電話世論調査を受けた人の証言として、これ音声で向こうが聞いてきて、そして答えるんですけど、あなたは安倍内閣を支持しますかと、しませんと言ったらプツンと切れたっていうんですね。ですからそういうふうな、要するに安倍内閣を支持しないと、内閣を支持しないという世論は取り合わないという結果がこの 42% なんですね。だから日本の大手マスコミ10大グループが定期的にやってる内閣支持率調査っていうのは完全にでっち上げなんですよ。どうにでも脚色できるわけですよね。安倍内閣が自分たちに都合の悪い、公文書あるいはメモ等々は改ざんする、あるいは破棄するということを常態化している内閣が内閣支持率だけは客観的な、事実に基づいた支持率を出すというのはありえないんですよね。全て改ざんされていると。その最たるものがこの内閣支持率、今までで最高が 55% がバカみたいなあれですよね。誰が見ても 55% ってことは、例えば10人いるなんか集会か、あるいは集まりか会議、10人ぐらい集まったところで、そのうち 5.5 人、だから6人あるいは5人56人が安倍を支持するということはありえないでしょうな。私の周りで安倍内閣を支持する人っていうのはゼロですよ、当然ながら。ですから皆さんの周り、家族、友人、あるいは4、5人で集まる会社の仲間に聞いてくださいよ。あなた安倍内閣を支持しますかと。 NHK のあれだと 42% の人が支持してるらしいんですけど、あなたは支持しますかと聞いてくださいよ。誰もいないんじゃないですか。
だから NHK っていうのは NHK の社員、まあ、2000人か3000人か4000人か知らないですけど、社内でまず世論調査しろよって言うんですよね。42% あんのと、 NHK さん自分のところで世論調査してみろと。あるいは外部の第三者の世論調査専門会社に委託して NHK 職員全部でまあ1万人だった1万人の世論調査を実施すればいいんですよ。そしてその回答をですね、そのまま全部明らかにすると。それとこの NHK が世論調査した 42% とどういうふうな関係があるんですかというふうにまず自分たちで検証してみろというんですね。ということで相も変わらず安倍内閣これほど無茶苦茶な政治悪行嘘公文書改ざん、外国へのばらまき120兆円またなんかあれみたいですね G20 に向けて、世界の子どもたちのに予防接種等々で、世界の子どもたちの命と健康を守るという大義名分で、いくら40億ドル5000億円放出すると。これはもう完全に サミットと G20 に向けたパフォーマンスで、世界のリーダーとして外交の安倍として、リーダーシップを取ってますというジェスチャーなんですね。それでこれまでに、長州新聞が詳しい記事を書いてますけど120兆円以上の海外援助という名目のばらまきをしていると。その財源は第2の財布である特別会計から出ていると。そのことに対して野党も何も言わないと、学者も言わないと、マスコミも言わない、誰も言わないと。一体どうしたんですかね日本は。120兆円国内では自殺する人生活が苦しくて自殺する人あるいは電車にですね身を投げて、投身自殺する人が毎日出てるという中で120兆円もの国民の税金を自分の保身と自分が何かやってますよというジェスチャーのために浪費していると。さらにアベノミクスという完全な国家犯罪ですね、未曾有の国家犯罪を日銀とともに、この6年間以上にわたって、財政出動で350兆円それから日銀の異次元の金融緩和で350兆円700兆円もの国民資産をですねもしも実体経済に投入していれば GDP の経済成長なんていうのは 5%、6% 中国並みに、なってるんですよね。でも実際は700兆円のほとんどが価値を生まない実体経済を破壊する金融経済の方に投入されているということで、ですから GDP の経済成長率が2018年が 1.8%、 今年が 0.6% で、来年以降 0.5% という到底信じられない700兆円もの国民資産を投入している国民から合法的に簒奪したという国民資産をどこに使っているのかということですよね。1.9%、今年は 0.5%
6% ですよ。普通ありえないですよね。そのことに対して誰も批判しないと、野党も批判しないと、学者も批判しないと、マスコミも当然ながら批判しないと、誰も批判しないと、一体どうなってるんですかね。700兆円もの国民資産をどこに一体使ってるのかということですよね。だからその一部が120兆円、海外にばらまくから、国内経済とは一切関係なく海外に行っちゃってると、こういうことでしょ。それから株とか債券とか国債とか、あるいは FX とか、あるいはETF とか、いわゆる金融商品ですよね。あるいは商品の先物、投機、等々の金融商品の方に、ほとんどがいっちゃってると、こういうことで GDP 実体経済のいわゆる利益を生む、我々が毎日日々、働いて生み出している価値を生み出している実体経済の成長率が 0.5%、0.6% しかなんないというのは一体何なんだと。そして、借金が積もり積もってですね、今年の3月31日現在1100兆円という GDP の250% 以上になるという世界最悪の借金大国になって、それは国民一人当たり赤ん坊を含めて900万円の借金を背負ってるんですよというふうに財務省は国民のツケに回しているということで、それに対して誰も批判しないと。お前たちが勝手に合法的に国民資産を国民から簒奪して価値を生まない金融経済の方に全部ぶち込んだ結果がこれだと。借金が増え経済成長しないと。そして、GDP、 国民一人当たりの GDP が世界で20位とか27位とか惨憺たる結果になってるんですけど、そのことに対しても誰も不思議に思わないと、こういうことですよね。何でしたっけ。そうか、世論調査ですね。だから世論調査っていうのは全くのでっち上げだということですね。から次にですね、今日のトピックスの中でも取り上げますけど、この元の NHK のアナウンサー出身の自民党の参議院議員、極右ファシストですね、これ。和田政宗という参議院議員ですね。これが5月20日、さいたま市内で開かれた埼玉合同安全衛生推進大会と、積水ハウス他が主催ということで、いわゆる積水ハウスグループ、で1000人ぐらい集まった大会にですね、彼は呼ばれて、で最後の30秒ですということで、選挙のお願いでございますと、私は全国比例で出ていますと、参議院選挙ですね。ですのでぜひ和田政宗もしくは政宗というふうにお書きいただけばありがたく思いますと、今必死のお願いを積水ハウス様の関連企業様に全国回ってお願いをさせていただいております。これ完全に公示選挙の今年の夏の参議院選挙の公示日以前のあからさまな選挙運動ですよね。これ公職選挙法を完全に違反してるんですね。このことを週刊文春に暴露されたと。そして音声も暴露されたということで、完全に彼はもうアウトですよね。これ公職選挙法違反ということで、これですよ。だから NHK っていうのはろくでもないやつしか育ってないってことなんですけどね。
こんな極右ファシストが NHK のアナウンサーから登場しているということなんですね。で彼は1974年生まれの44歳で、政宗っていうのは彼は宮城県出身ですんで、伊達政宗から取ったんでしょうね、親が。で元はみんなの党青年局長と、次世代の党幹事長と、それで自民党で今は広報副本部長ということなんですね。完全に日本会議系列の極右ファシストですよ。こんなのもう国会議員に、年間4000万円の税金を払う価値一切ないということで、早くあれですよね、東京地検特捜部は逮捕しろって言うんですよね。選挙法違反と事前選挙運動だということで、これだけバッチリと証拠を握られちゃってるということなんですよね。それから3つ目は、これも今日のトピックスの中で、AFP の記事、で、取り上げますけど、要するにテロが起こった後のいわゆる、ちょっと待ってください。テロが起こった後の世論をどのようにして、誘導するかということを英国政府はロンドンオリンピックの時に大規模テロが起こった場合どうするかという対策を詳細な対策を練ってたんですね。でそれ以降テロが発生するたびに、自然発生的に、テロの犠牲者に、共感を誘導するようなあたかも自然発生的な自発行為のように見えるけど、実際は政府が統制した自発行動だということで、これがそうなんですね。これが、ロンドンのロンドン橋で襲撃時間があって、発生から4日後に現場で行われたイスラム教指導者らによる集会で、このプラカードを掲げてるんですけど、これハッシュタグで非常によくできてるんですよね。これ Turn to Love と、これも政府が事前に Turn to Love と ISIS イコール Enemy of Islam という、これもう完全にあれですよ、一見自発的な行動に思えますけど、これが事前に準備された世論誘導のためのマインドコントロールということなんですね。今日のそして最後は昨日映画見てきたんですけど、これですね、二宮金次郎という、いい映画でしたね。これのポスターですね。今日の推薦映画として取り上げます。ということで、今までのあれですね、アップしますね。マイナス1。
これが先週の火曜日ですね。火曜日のメインテーマの表紙ですね。これ2つ、1つ余計ですね、これ。あれ、なんだこれ。これですね。それと、現時点での視聴者数。1236と。から今日の画像。でっち上げ世論調査 42% ですって。安倍。ああ。それから和田政宗の選挙公職選挙法違反と事前の選挙運動違反と選挙運動禁止に違反しているということですね。で彼が何言ってるかですね。最後の30秒でお願いがありますと。私は全国区で出てますと。ですのでぜひ和田政宗もしくは政宗というふうにお書きいただけばありがたく思っておりますと。で、後でこの発言のデモテープ音声でのあれを、ご紹介しますけどね。必死のお願いハウス様の関連企業様に全国回って事前運動もしてるということですか。もう明白ですよ。立候補する資格なしと。和田政宗。マイナス16。じゃあ何してます。それでみんなの党青年局長、次世代の党幹事長、次世代の党なんていうのはもう消えちゃってんじゃない。みんなの党も消えちゃってるでしょ。からいわゆるコントロール自発的な行動に見えるけど、それは事前に用意された世論誘導のための英国政府が事前に、世論誘導するために、用意した統制された行動だとこういうことなんですね。から二宮金次郎のポスターということですね。で今日音声データですね。これ音声データ
お聞かせしますね。文春ライン、オンラインか。これもうバッチリですよ。これだ。始まります。最後30秒で選挙のお願いでございます。私、全国比例に出ております。全国比例に出ていると言いますと、和田君分かったよ、自民党って書けばいいんだろうと言われるんですが、実は衆議院と参議院で投票の仕方が違います。参議院は名簿に順位がついておりません。名前を書いてもらった順に当選をしています。ですので、ぜひ和田政宗、もしくは政宗というふうにお書きいただければありがたく思います。当選落選ライン17万票と言われておりますので、今、一種のお願いを積水ハウス様、積水ハウスの関連企業様に全国回ってお願いをさせていただいております。というのがもう完全にあれですよね。ダメですよね。これほどはっきり。彼アナウンサーですから、はっきり言ってんですよね。これの URL、音声データ。マイナス30。URL を別にします。これです。そして今日の推薦映画ですね。映画二宮金次郎ということで、これは映画 .com の解説。かつて多くの小学校の校庭に設置されていた薪を背負いながら本を読む少年の像で知られる二宮金次郎のあまり知られていない反証を描いた伝記ドラマと、両親を亡くし兄弟とも離れて暮らす幼少期を送った二宮金次郎、青年になった金次郎は小田原藩主から桜町領現栃木県真岡市の復興を任されると。金次郎は自身が思いついた独自のやり方で村の復興にあたるが、保守的な村人たちから大きな反発に遭ってしまうと。そんな中、小田原藩から侍豊田正作が新たに派遣となり、金次郎が秩序を壊していると。金次郎の施策にさまざまな妨害をし始めると。金次郎役をドラマ水戸黄門などで知られる相田正史が演じるほか、田中美里、成田これなんていうのかな、から犬山 B の榎本孝明、柳沢慎吾、田中民っていうのかな、渡辺一慶、石丸健次郎らが顔を揃えると。監督は地雷を踏んだらさよならと。長州5の五十嵐匠っていうのかな、なかなかいいあれですよ。で制作が2019年できたばっかですね。配給が映画二宮金次郎制作委員会ということです。これはぜひ、1箇所でしかやってないですね。
恵比寿にあるですね、東京都写真美術館ホールというところでやってますんで、ぜひ、ご覧になってくださいということです。これがそうですね。それで今日の一言でもこの二宮金次郎の一言ということで、昨日映画館でですねもらった小冊子がですね、この中に書いてあった金次郎の仕事術と、こっからちょっと二宮金次郎の一言ということで、取り上げたんですね。で1番目、関所大、関所偉大か、関所偉大、関所っていうのは小さいことを積むんですね。積むという字と漢字と、それから小、小さいからなすで大と、だから大きなことをしたいと思えば小さなことを怠らず努めるがよいということなんですね。関所偉大っていうんですね。から2つ目、近江商人の三方よしと同じように商売の仕方は売って喜び買って喜ぶようにすべきと。だからみんなが喜んで得をするようなやり方が商売なんだということなんですね。から3つ目、神殿開発と。神殿というのは心の田んぼを開発すると。働く人の心の田を耕していくと。意識改革、それを最も優先しなければならないんだということですね。から4番目、一元融合と。世の中には対立するものなどないと。敵も味方も善も悪もみんな一つの円の中に入れてみることだと。一円となった時初めて成果が生み出されると考えようと。ここはちょっと言い合いなんですけどね、世の中には対立するものっていうのはあるんですよね。だからみんなを、同じ円の中に入れるというのはあまりにも性善説だというふうに私は思いますけどね。から5つ目、遠い先のことを考える者は富、目先のことばかり考える者は貧乏すると。真の利益は長期的な思考からしか生まれないもんだと。これは正しいですよね。ということで、二宮金次郎の一言5つのうち、4つは正しいだろうと。で1つ、一円融合、これはちょっと対立するものは排除しないとダメなんだということですよね。下手に、同じ円の中に入れたら完全にかき回されて、足を引っ張られるということでしょうね。というのが今日の二宮金次郎の一言ですね。そして今日の注目情報ですね。これはおそらく皆さんのところにも情報がいってると思うんですけど、山本太郎がですね、あえらの取材を受けて、その取材の中でですね、政策を実現するためには夏の参議院選挙後に、自民党と組むこともあり得るというようなことを言ってるんですね。で、彼はそのことに対して批判あるいは疑問が
湧き起こっていることに対して、弁明みたいにしてるんですね。山本太郎オフィシャルブログの中の6月20日かな、あえらの記事についてということで、彼ブログで、釈明してるんですね。これ読みますね。先日取材を受けたあえらの記事は、現在の私のスタンスを簡潔にまとめてくださった両記事だと感じましたと。改めて感謝申し上げますと。それで URL が書いてあるんですね。で、一方でこの記事に書かれた内容が一部炎上していると聞きましたと。不安を感じた支持者などからも問い合わせがありましたのでお答えいたしますと。炎上のポイントは、政策の一部を実現するために自民党と組むという部分。この話の前後は選挙後ですと。選挙後に政策を進めるためには手を組むこともあり得るという内容ですと。政策ベースで手を組むことは院内の活動においては普通の話であり、すべての政党が改革を前に進めるために行っている仕事ですと。政策ベースで手を組む可能性について、あえらの記事ではまるで選挙前にも手を組むかのような印象を与えるものになっていますと。あえらの記者への私への振りの部分も記者自身が選挙後とはっきり前提していますと。以下取材時の音声ですと。ご興味あればお聞きくださいということで、この URL を貼り付けたんですね。で、お聞きいただいた通り、インタビュアーが選挙後と聞いているにもかかわらず、記事には選挙で手を組むとの印象を与える内容になっていますと。非常に残念ですと。とはいえ、こちらにも落ち度はありますと。原稿チェックを要求していましたが、ほぼ完成原稿として短い時間での返信を求められていた結果、疲労困憊の中で修正に力を注げず、ほぼノーチェックの状態で返してしまったことは反省すべきところですと。どのような取材であっても必ず全編音声を録音していますと。今回はその一部を公開することで皆さんの疑問に答えられると思い、このような形を取らせていただきましたということなのね。で、彼は弁明として選挙後の自民党と政策を実現するためには自民党と組むこともあり得ると。それは選挙後の話ですよというふうに言ってるんですけど、選挙前であろうが選挙後であろうが自民党と組む、大連立をするということの発想自体がもう完全に間違ってますよね。だから彼は選挙後だったらいいだろうと。で、そのような政策を前に進めるためには院内の活動において普通の話だと。だから院内のいわゆる、自民党が作った法案を賛成するか反対するかということに対して、賛成する場合も日常的にありますよと。それと同じだって言ってるんですけど、全然違うんですよね。院内で自民党提案の法案に賛成するかしないかと。自民党提案の内容が良ければ賛成すると。提案が悪ければ内容が悪ければ反対するというのと同じスタンスで、自民党と、いわゆる自民党内閣の中に自分が財務大臣で入るとかですね、大臣で入るということを前提にして言ってるんですから、完全に自民党内閣の中に取り込まれるということなんですよね。いや、そんなことを彼は院内で起きていることと全く同じですよっていうのは全く違いますよね、これね。だから私のコメントとして、山本太郎が雑誌あえらのインタビュー記事の中で、夏の参議院選挙後に政策の一部を実現するために自民党と組むこともあり得ると言っているのは完全に間違っていると。我々が山本太郎に期待しているのは、自民党との大連立ではなく自民党政権の完全打倒であり、市民政権樹立なんだと。山本太郎がこの発言を撤回し謝罪しなければ、私はもはや山本太郎を支持も支援もしないよと。私は1万円払って支援しましたけど、もうやめるよ
いうほど重大な誤りなんですね。彼はそのことに気がついてないでしょということなんです。今日の注目情報。そうか、二宮金次郎の一言だ。これちょっとアップしておきますね。関所偉大近江商人の三方よしと、それから神殿開発、人の心、人の他を耕すと、から一円融合、これは私は賛成しないですけどね。敵も味方も善も悪も皆一つの円の中に入れてみることだと。完全にかき回されますよ。から遠い先のことを考える者は富、目先のことばかり考える者は貧乏すると。真の利益は長期的な思考からしか生まれないと。これは正しいですよね。そして、今日の注目情報、山本太郎、あやらの記事と。これのブログ記事ですね。問題ですねって本当は問題ですよ。これは非常に軽く考えてますけど、だから社会党が村山が首相に担がれてですね、自民党と大連立を組んだことで、完全に、国民の支持を失ったんですね、社会党は。そのことを反省もしないで、名前を社民党に変えて、やってきた結果、もう消滅寸前になっているということでしょう。それと全く同じですよ。それで、あやらの記事はこの URL で読めますということなんですね。これは選挙前だろうが選挙後だろうが関係ないんですよ。自民党、戦後70年以上米国の傀儡政党である自民党と連立を組むっていうのは一体どういうことなんだと、そういう発想があるってこと自体も驚きですよね。政策の一部を実現するために自民党と組むという部分、この部分の前提は選挙後ですと。選挙後に政策を進めるためには手を組むこともあり得るという内容と。これ自体が間違ってるんじゃない。選挙前だろうが選挙後だろうが自民党と連立を組むってこと自体が間違ってますよ。で彼は
このことは院内でいつもやってることですと。これ完全に間違ってますよね。政策ベースで手を組むことは院内の活動においては普通の話であり、全ての政党が政策を進めるにあたって行っている仕事と。だから一つ一つのいわゆる自民党が作った法案を審議する過程の中で、賛成する反対するっていうのはそれは当然やってるんですけど、それと全く同じレベルで、政権の中に閣僚として入ると、連立を組むということとは全く違うでしょう、話が。詭弁ですよね、これね。で、彼はその選挙前ではなくて選挙後であるとはっきりインタビューで言ってにもかかわらず、そのことが曖昧になって、読者に誤解を与えているというふうに弁明してるんですけど、関係ないんですよ、そんなの。選挙前だろうが選挙後であろうが、これほどの戦後70年以上にわたって日本の政治社会、行政、司法、軍事、警察、ありとあらゆるものを独占的に支配してきた自民党自公政権と連立を組むと。それじゃ今まで彼が鋭く安倍政権、自民党を批判してきたのは一体何なんだということですよね。で、私のコメントなんですね。完全に間違っていると。選挙後だろうが選挙前であろうが。我々は山本太郎に期待したのは自民党との大連立ではなくて、自公政権の完全打倒である市民政権樹立なんだと。そうなんですよね。彼勘違いしてるんですよ。だから2億円集めたからもう有頂天になってるんじゃないですか。あるいは安倍陣営の方からなんか美味しい話が来てるんじゃないですかね。山本太郎がこの発言を撤回し謝罪しなければ、私はもはや山本太郎を支持も支援もしないよと、やめるよということですね。ということが今日の注目情報でした。そして、これの今日の朗読ですね。現在もう1時間過ぎてるんですね。53分か。なんか目がしょぼついてますね。53分21秒。視聴されてる方が同時期で53人様。全体で117名様。コメントが40件ですね。それで今日、石井幸喜さんの本ですね。これの第4章、101回目ですね、朗読。第4章、構造改革のための25のプログラム。第2節、権力の市場からの退却と。その中のプログラムの13、開発、整備、事業法を撤廃すると。これは半ページぐらいですから短いですね。読みますね。政官の権力が経済の分野から飯の種を取り上げ、行政権力の支配下に収めるための法律は、なんとかなんとか開発法、なんとかなんとか整備法、なんとかなんとか事業法など、開発、整備、事業の名を冠した法律のほか、多くのなんとかなんとか振興法、なんとかなんとか促進法などがあると。こうした事業法は主だったものを拾い上げただけでも、事業関係128、振興関係121、整備関係41などであると。これらの法律には、すべて官庁や省庁や省庁関係機関の経済活動への関与に関する権限が規定されていると。我が国の法律は全部で約1600本ぐらいだが、
そのほぼ5分の1はこうした事業法関係であると。関係法令規則などを挙げれば段ボールで山積みされるほど大部分のものとなると。だいぶのものとなると。これを見れば法制度の面からもいかに経済市場の分野の仕事を政官が支配しているのかが分かると。同時にいかに我が国が経済的にも中央集権の完成経済で市場性が薄く競争機能が失われた一種の計画経済であるかが明確になると。したがって市場経済体制の確立のためにはまず一連の事業法の全面的な見直しと廃止に取り組むことが不可欠だと。すごいですね。1600本あんだ法律。これ全部自民党あるいは自公政権が自分たちで作ってるんですね。それで、閣議決定をして国会に提出するということで、私が何度も言ってますように憲法第41条の後半部分、国会は国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関であると。国会はですよ。でこれ実際は1600本の法律は全部国会が作ってるんじゃないですね。内閣が起案して、閣議決定して国会に提出するということなんで、完全に憲法違反なんですよ。内閣には法律の起案権も国会提出権もないんですね。その証拠に憲法第73条には内閣の職務っていうのが書いてあるんですね。7つかな。その7つの中に法律の起案、国会の提出は職務の中には一切書かれてないんですよね。そんな職務はないんですよね。それが書かれてないってことは内閣の職務ではないということなんです。国会の職務なんですよ。国会の職務ってことは国会議員の職務なんですよ。でも日本の国会議員は法律の起案、立法の作業を一切しないにもかかわらず、立法作業費ということで報酬が月65万円、年720万円も会派等に払われてるんですけど、そんなことあります？本来の職務一切してないにもかかわらず、立法作業をしてないにもかかわらず、立法作業費として年間720万円の報酬が支払われているということなんですよね。ということです。今日読んだところはそういうことですね。で、明日読むところはそのプログラムの14かな。公共事業長期計画を廃止すると。明日ですね。火曜日。そして水曜日休みで、木曜日、プログラム15、新しい民間の公共事業勃興策を打ち出すということですね。はい。全部で25案ですね。プログラム。ということで、今日のメインテーマ、皆さんからのあれ読んでなかったですね。砂月院さん、ネット山本太郎と鳩山幸夫が都内の料亭の足湯で談笑ということなんですか。から高志三平さん、山本太郎氏のその発言知りませんでした。問題ですねという問題ですよ。それからさんで和也さんか、はい、うなずいてくれてますね。から高橋三平さん、コンティニューコイン2枚ですね。見れました、お久しぶりですと。ずっとあれなんですかね。利用
サービス利用禁止処分になってますかね、三平さん。4000万円、和也さん。日本の国会議員の報酬4000万円以上ですよ。だからさっき言った720万円の立法作業費というのが会派等に入ってますけど、そのほとんどあるいはかなりの部分が各国会議員の方に行ってるはずですよね。だからいわゆるマスコミが言ってる日本の国会議員、衆議院参議院の年間の報酬は2200、300万円ということしか言わないんですけど、実際はいわゆる費用として、支払われている立法作業費、あるいは毎月100万円、年間1200万円の通信、交通費1200万、これは費用として計上されているから国会議員の報酬にはならないという建前なんですけど、実際は領収書がいらないということで、報酬なんですよね。だからさっき言った立法作業費も報酬なんですよね。それだけで1200万と720万、1900万、2000万近いですから、それだけで4200万ですよね。それと自民党なんかは毎年170億円の政党助成金が入りますんで、その中から政党に入ってから各支部で、支部長が国会議員ですから、各支部長宛てにおそらく1000万とか2000万円いってんでしょうね。それはほとんど報酬でしかないということですね。だからそのことも日本のマスコミは書かないんですね。だからみんな2200、300万だと、いわゆる先進各国と遜色ないじゃないかと、それほど高額じゃないじゃないかというふうに思われている人がほとんどなんですけど、実際は違うんですよ。だからもともと政党助成金っていうのが全くの誤りなんですよね。これ作ったのが小沢一郎ですからね。それと砂月さん、国会で山本太郎とのやり取りで安倍氏は日本は豊かな国と言っていたと、この程度の認識だから海外でばらまくと、どこが豊かなんだと。から日本は旧敵国、そんなに金をばらまいても常任理事国にはなれないと。対中国がばらまいてるから、それに対抗するというのが大義名分でしょうからね。から石森さん、安倍晋三支持しないけれども12年には一旦自民党に戻すとご判断した人が多かったようです。これはどういうことなのかな。支持しないけれど、安倍晋三支持しないけど自民党を支持してたということなんですか。安倍自民党じゃなくて自民党に戻ってもらいたいということなんですかね。津山純一さんがお茶爆点ですね。砂時にさ、こんな人は政権与党に投票しないだろうということで、回転家業さん URL ですね。から DR3CB1CB2 お茶ですね。配信ありがとうございます。津山純一さん、コンティニューコイン2枚と K さんコンティニューコイン1枚、砂ずきんさん、初めてのご覧の方へということで、山崎氏のキャスは一言一行コメントが集団嵐恋があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散及び共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますということで、ぜひですね、ツイッターで連携していただければ拡散共有できますんでお願いしますね。和也さん、コンティニューコイン、初耳さん、いつも
たくさんのコンティニューコインありがとうございます。12345 6枚ですね。配信ありがとうございます。こんばんは、和也さん、よりみちさん、コンティニューコインですね。から吉行さんがお茶ですね。和幸さんが拍手、吉行さんがお茶、石森さん、山崎康彦氏、ワイワイニュースライブ配信スタートしましたと。から吉行さんがお茶ですね。配信ありがとうございます。よろしくお願いしますと。砂月さん、コンティニューコイン2枚ですね。砂月さん、我々はノンフィクション作家、今日のメインテーマですね。リツイートしてくれましたね。初見さん必見ですと。今日のメインテーマリツイートです。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。から吉行さんも今日のメインテーマをリツイートしてくれました。で、今日の放送の前ですね、三平さん、3日分全部見ましたと、ありがとうございますと。ツイキャス開始がなりませんので、最近は録画のみの視聴ですと。あ、そうだ。ツイキャス開始がなりませんということなんですかね。から砂月さん、再び TBS 山内豪冠馬本沢二郎の日本の風景、まだこいつは逮捕されずのうのうとしてるんですかね。から砂月反逆罪、トランプに隠していたロシア発送送電網に対するアメリカのサイバー作戦、マスコミに載らない海外記事と。これはニューヨーク・タイムズが暴露したことに対してトランプが猛烈に怒って、この記事は国家に対する反逆罪だというとんでもないことを言い始めたんですね。ということですね、こんな人は政権与党に投票しないだろうということです。砂月さん、自民に戻す云々は菅野田の裏切りの後のことだと思いますと。これは完全にあれですよ、野田とそれから安倍晋三の謀略ですよね。で、野田はいわゆる自民党との大連日で、民主党が多少負けても自分は副総理格で内閣に入れるという約束をしたんですけど、大敗しちゃったんで、安倍に保護にされたというのが真相でしょうね。ということで、今日のメインテーマですね。我々はノンフィクション作家故鬼塚秀明氏が遺言で残した全く新しい経済学イコール共生経済学を今こそ作り出そうと。ナンバー1ですね。で、鬼塚秀明氏の遺言とは何かというと、これ前も取り上げましたけど、私は若い読者に言いたいと。危機を恐れない、勇気を持てと。勇気を持って国家のため、同じ日本に住む老若男女のために進んでみよう、投げ出せと。金を買うと金を買うと儲かるという経済学者がたくさんいると。彼らは日本国家に金を備蓄しろとは決して言わないのであると。こういう経済学者たちはどっかの国の御用学者ではないのかと。もう一つ、私は若い読者に言いたいと。マルクス、エンゲルス、フリードマン、サムエルソン、クルーマン、こういうユダヤ経済学を捨ててもらいたいと。君たちは二宮金次郎に学べと。貧しい農村の生活をいかに改善するかに一生捧げた彼の経済学に学べと。二宮金次郎というのは全部で600の村を再興したと言われているんですね。経済に道徳を取り入れた新しい経済学を作り出してほしいと。正直に働く人々、貧しい人々、体の不自由な人々、老いた人々を救い出す経済学を作り出してほしいと。まさにあれですよね、ベーシックインカムの導入ですよね。それで生存権、憲法第25条の保障した生存権を字面ではなくて本当に実行する政府を作るということですね。美しい
国、日本を未来に残すべく努力してほしいと。癒しい経済学にさよならしようではないかと。私は新しい経済学を共生経済学と名付けたいと。貧しくてもよいと。共にその貧しさを分け合って生きる経済学の創造を期待したいと。これが鬼塚さんのもう3年ぐらいなんですかね、亡くなったノンフィクション作家の遺言なんですね。で、全く新しい経済学、共生経済学の創造に向けて一つの叩き台となると思われる私のブログ記事をいかに再掲するということで、この中での金融キーワードは信用創造、実体価値、人口価値であるということで、今日取り上げるのは去年ですね、2018年2月20日のブログ、杉並からの情報発信ですので、なぜ経済学に信用騒動というキーワードがないのかと、なぜ犯罪学に権力犯罪というキーワードがないのかと、こういうブログ記事なんですね。ということで、全く新しい経済学、共生経済学、これを我々自身が、御用学者に任せてらんないということで、ユダヤ経済学にとって変わる我々のいわゆる普通の市民、利権特権を認めない、利権特権を拒否する、覚醒した普通の市民が主体の社会を作るための経済理論としての共生経済学と、これを作ろうという大胆な試みなんですね。そのための一つの叩き台として、この信用創造というキーワード、あるいは実体経済というキーワード、あるいは人口価値、実体価値というキーワードが重要だということなんですね。で、このブログ記事、ちょっと読みますね。なぜ経済学に信用創造というキーワードがないのかと。なぜ、信用創造学という学問がないのかと。なぜ信用創造特権独占者の正体は隠されているのかと。経済と金融における信用とは、希少性を持つ金や銀やプラチナなどの希少価値や各国の経済規模を示す国民総生産 GDP などの実体価値とは直接的な関係がなく、人間が人工的に作った人口価値であると。人口価値はどのように作られるのかと。人口価値は誰がどのように創造するのかという根本問題は、経済と金融の最も重要な研究テーマであるが、既存の近代経済学やマルクス経済学は共に信用創造というキーワードを設定しないことで、この問題を意図的にスルーしていると。したがって信用創造特権独占者の正体は巧妙に隠されていると。なぜならば、信用創造や信用創造特権というキーワードを設定して、人口価値、信用はどのように作られるのかと。人口価値、信用は誰がどのように創造するのかとのテーマで、世界中で研究者たちが調査を開始すれば、すぐに信用創造と信用創造特権を独占して世界中の人々を支配し、世界中の富を略奪してきた。これがまさに回収でロシアの国際金融マフィアですね。彼らの総資産が5050兆ドルと5500兆円というとんでもない富を蓄積してるんですね。世界支配階級、回収ユダヤ、ロシアの国際金融マフィアの正体がすぐに暴露されるからだと。我々市民革命派の普通の市民は、既存の経済学者や金融学者たちの良心的な専門家と協力して、信用創造学を我々自身で創設し、信用創造特権独占者の正体を暴露し、彼らによる支配と搾取の基本構造を完全に解体する戦いを開始しなければならないんだと。から次に、なぜ犯罪学に権力犯罪というキーワードがないのか
なぜ権力犯罪学という学問が存在しないのかと。なぜ権力犯罪者による権力犯罪は全て免罪免責されるのかと。既存の経済学の犯罪学の研究対象は一般民間人が犯す犯罪であり、権力を独占する人間や組織が犯す権力犯罪は権力犯罪というキーワードを設定しないことで意図的に研究対象から外されてきたんだと。なぜならば、もしも権力犯罪というキーワードを設定して権力犯罪学を犯罪学から独立した学問にすれば、世界中の研究者たちが調査研究を開始してすぐに世界支配階級イコール回収ユダヤロシアで国際金融マフィアこそが権力犯罪者であることがすぐ暴露されるからだと。我々市民革命派の普通の市民は既存の経済学者や金融学者が決して取り組まない信用創造学を我々自身で創設すると。で、信用創造特権独占者の正体を暴露すると。彼らによる支配と搾取の基本構造を完全に解体する戦いを開始しなければならないと。我々市民革命派の普通の市民は既存の犯罪学者や法学者の中から良心的な専門家と協力して権力犯罪学を我々自身で創設して権力犯罪者の正体を暴露し、彼らによる支配と搾取の基本構造を完全に解体する戦いを開始しなければならないんだということで、これが本文なんですね。で、関連情報として、これはあれですね、マイヤー・アムシェ・ロシアードの言葉ですね。私に一国の通貨の発行権と管理権を与えようと。そうすれば誰が法律を作ろうとそんなことどうでもいいと。から2つ目、私の息子たちが望まなければ戦争が起きることはないと。これはマイヤー・アムシェ・ロシアードの妻であり5人の息子と5人の娘の母親であったグートレ・ロシアードの言葉と。から3番目、天皇裕仁は戦争犯罪人でありファシストであり5000万人のアジア人を殺した最大最強の元凶であると。これは井上清著天皇の戦争責任より抜粋ですね。から5番目、天皇昭和天皇、この原子爆弾が投下されたことに対して遺憾には思っておりますが、こういう戦争中であることですから、どうも広島市民に対しては気の毒であるがやむを得ないことと私は思っております。この発言は昭和天皇が米国訪問から帰国直後の1975年10月31日に日本記者クラブとの会見で中村浩二記者、ザ・タイムズの質問、陛下は都合3度広島にお越しになり、広島市民に親しくお見舞いの言葉をかけておられましたが、原子爆弾の投下の事実を陛下はどうお受け止めになりましたでしょうか。お伺いしたいと思いますへの回答ですね。から次5番目、昭和天皇、そういう言葉のあやについては私はそういう文学方面はあまり研究してないのでよく分かりませんから、そういう質問に対してはお答えできかねます。この発言は昭和天皇が米国訪問から帰国直後の1975年10月11日、同じですね、記者クラブ、日本記者クラブとの会見で秋信俊彦記者、中国放送の質問、天皇陛下はホワイトハウスで私が深く悲しみとする不幸な戦争というご発言がありましたが、このことは戦争に対して責任を感じておられるという意味に返してよろしいでございますか。また陛下はいわゆる戦争責任についてどのようにお考えになっておられますか、お伺いしたいと思いますという質問に対して、戦争責任という言葉のあやについては私はそういう文学方面は研究してないんで、私は専門は生物学ですと。本当とんでもないですね、このね、昭和天皇って。から安倍晋三、徴兵制の復活は私の歴史的使命だと。これは2013年8月13日地元講演会での会合での発言なんですね。これマスコミは一切報道しないですね、これね。それで、関連情報としてロスチャイドの世界革命行動計画25項目ということで1から私の解説付きで25までずっと書いてるんですね。
一つ第1番目ですね。ナンバー1、25項目の1、人間を支配するには暴力とテロリズムに訴えると最善の効果が得られると。権力は力の中に存在していると。これですね。で、私の解説、テロは権力中枢ではなく常に無防備の一般庶民を対象に実行されると。なぜならばその目的が一般市民にテロ暴力の恐怖を植え付けさせ、思考を停止させるためだからと。2、政治権力を搾取するにはリベラリズムを説くだけで十分だと。そうすれば有権者は一つの思想のために自らの力、権力を手放すことにより、その放棄された力、特権をかき集めて手中に収めればいいと。私の解説、1789年フランス革命は万人が賛同する崇高な理念である自由平等博愛を掲げたため、一般民衆が参加して成功したのです。から3番目、大衆はどのようにして自由を享受するかが分からないと。自由という思想を利用すれば階級闘争を生じさせることも可能だと。これ私の解説、マルクスの共産主義革命は資本家階級による労働者の搾取から自由になるために私有財産の廃止を掲げたが、もしも共産主義革命、指導部がユダヤ人に独占されていたら、廃止された私有財産の全てがユダヤ人の手に、握られることになると。からナンバー4、最終目標に到達するためにはありとあらゆる手段を正当化できる率直さや正直さといった国民としての立派な資質は政治に支障をきたすから、支配者となろうとする者は狡猾さ、欺瞞に訴えなければならないと。私の解説、世界支配階級イルミナティの傀儡である日本支配階級代理人安倍晋三と傀儡政党自民党の政治家たちの悪辣さの源流はまさにここにあると。こういうのがずっと25まであるんですね。ということで今日のメインテーマです。シカゴさんはどうなんですかね。まだ入院中みたいですね。もう1ヶ月ぐらいなんじゃないですかね。三平さん、本日私のパソコンは家族の寝室にあり、部屋主から睡眠のため途中ですが失礼しますと。配信に感謝しますということですね。じゃあお休みなさいですね。鈴木さん、自民に戻す。これはさっき言いましたね。ということで今日のメインテーマの主なところだけをアップしますね。今日のメインテーマ、鬼塚さんの遺言を我々が実現しようという壮大な企みですね。で、鬼塚さんは何を残したかということですね。若い人たちに言いたいと。危険を恐れないで勇気を持てと。から金を買うと儲かるという経済学者がいると。で、彼らは決して日本国は金を買うべきだと言わないと。なぜならアメリカが禁止してるからと。
こういう御用学者、こういう経済学者たちはどっかの国の御用学者だねと。アメリカの御用学者ですよ。それからユダヤ経済学をもう捨てようと。マルクス、エンゲルス、フリードマン、ケインズ、サムエルソン、グルグマン、私たちは二宮金次郎に学べと。貧しい農村の生活をいかに改善するかに一生を捧げた彼の経済学に学べと。まさにそうですね。経済に道徳を取り入れた新しい経済学を作り出してほしいと。正直に働く者、貧しい人々、体の不自由な人々、老いた人々を救い出す経済学というのを作り出してほしいと。美しい国日本を未来に残すべく努力してほしいと。卑しい経済学にさよならしようではないかということですね。で、私は新しい経済学を共生経済学と名付けたいと。貧しくてもよいと。共にその貧しさを分け合って生きる経済学の創造を期待したいと。作りましょう。これが鬼塚さんの遺言なんですね。で、全く新しい経済学、共生経済学の創造に向けて一つの叩き台となる私のブログ記事を再掲するということで、その中での金融キーワードは信用創造から実体価値、人口価値イコール信用創造ということなんですね。そして再建、なぜ経済学に信用創造というキーワードがないのかと。なぜ犯罪学に権力犯罪というキーワードがないのかという素朴な疑問ですよね。URL。それでこのブログ記事の URL。これがそうですね。で、本文ですね。なぜ信用創造学という、信用創造というキーワードがないのかと。なぜ信用創造学という学問がないんですよね。信用創造学という。あっても良さそうだと。経済と金融における信用とは、希少価値を持つ金や銀やプラチナなどの希少価値や各国の経済規模を示す GDP などの実体価値とは直接的な関係がなく、人間が人為的に作った人工価値であると。これが信用創造なんですね。価値を生まないですね。人工価値はどのように作られるのかと。人工価値は誰がどのように創造するのかという根本問題は、経済と金融の最も重要なテーマであるが、既存の近代経済学やマルクス経済学はともに信用創造というキーワードを設定してないから、この重大問題をスルーしちゃってると。マイナス言う。巧妙にスルーしちゃってるんですね。キーワードが設定しなきゃ問題はスルーされちゃうんですね。
したがって信用創造特権の独占者の正体は巧妙に隠されているということですよね。でなぜならば信用創造や信用創造特権というキーワードを設定して人口価値信用はどのように作られるのかと、人口価値信用は誰がどのように創造するのかのテーマで世界中で研究者たちが調査を開始すればすぐに信用創造と信用創造特権を独占している世界中の人々を支配し搾取、世界中の富を略奪してきた世界支配階級イコール回収代ロシア国家金はマフィアの正体がすぐに暴露されるんだということですよね。で我々、市民革命派の普通の市民は既存の経済学者や金融経済学の中の良心的な専門家と協力して信用創造学を我々自身で創設すると作り出す。これが鬼塚さんが命名した共生経済学になるんですね。二宮金次郎の経済学で信用創造特権独占者の正体を暴露し彼らによるシワと搾取の基本構造を完全に解体する戦いを開始しなければならないんだということですね。で同じようになぜ犯罪学に権力犯罪というキーワードがないのか、なぜ権力犯罪学という学問が存在しないのかと、なぜ権力犯罪による権力犯罪は全て免責されるのかと、不思議ですよね。既存の犯罪学の研究対象は一般民間人が犯す犯罪であり、権力を独占する人間や組織が犯すっていうのがあれだ、字が違ってますね。権力犯罪は権力犯罪というキーワードがないからスルーされていると。犯すが違うのか。犯す。キーワードがないから問題がスルーされちゃうと。なぜならばもしも権力犯罪というキーワードを設定して権力犯罪学を犯罪学から独立した学問にすれば世界中で研究者たちが調査研究を開始し、ここで切りますね。ですぐに、世界支配階級回収でロシア国際金マフィアこそが権力犯罪者であることがすぐに暴露されてしまう。だからキーワードを設定しないように仕向けてるんですね。我々市民革命の普通の市民は既存の経済学者や金融学者が決して取り組まない信用創造学を我々自身が創造して信用創造独占者の正体を暴露する
カゴさんのツイッターは、そうだ、ツイッターは発信されてるんですね。K さん。彼らによる支配と搾取の基本構造を完全に解体する戦いに決起しなくちゃいけないということですね。で、同じように我々、市民革命派の普通の市民は既存の犯罪学者や法学者の良心的な専門家と協力して権力犯罪学を我々自身が創設すると。忙しいね。いろいろやんなくちゃいけない。で、権力犯罪者の正体を暴露し、彼による支配と搾取の構造を完全に解体する戦いを開始しなきゃいけないということですね。それと関連情報、これ全部は大変なんで、最初のところですね。マイヤー・ロスチャイルド、アムシェ・ロスチャイルドの言葉。私に一国の通貨の発行権と管理権を与える。そうすれば誰が法律を作ろうと関係ないと。から私の息子たちが望まなければ戦争が起きることはありませんと。戦争が起こっているということは彼らが望んだってことですよね。5人の息子たち。天皇弘とは5000万人のアジア太平洋諸国民を殺した最大最高の戦争犯罪人であると井上清さん。から原子爆弾が投下されたことは遺憾に思っているが戦争中のことであるから致し方なかったんだと。やむを得なかったんだと。とんでもないこと言ってるんだな。から戦争責任というのは言葉のあやであって、私はそういう文学的な研究はしてないんでお答えできかねるというとぼけてるんですね。安倍晋三。徴兵制の復活は私の歴史的使命と彼は言ってるんですよ。それからロスチャイルド世界革命計画行動25考慮、何とかしてやりきるのは無理ですがやれることを考えていきましょうと K さん。解説。思考停止するためにテロは必ず無防備の一般市民を標的にすると。権力中枢にはいかないということですよね。政治権力を奪取するにはリベラリズムだけで十分だと。そうすれば有権者は一つの理想のために自らの力権力を手放すと。でその手放された権力を手に入れればいいんだと。だからフランス革命の自由平等博愛、これがあったからこそ革命は成功したんだということですよね。ということでこれ全部で25あるんでちょっと無理なんで、このぐらいにしますね。現在もう1時間40分になりますね。99分52秒。閲覧される方が視聴される方が53名、全部で190名様、コメント83件ということですね。ちょっと時間があれなんで、今日のトピックスになりますね。
トピックスの最初、土壇場でのイラン空爆中止、トランプ氏の矛盾する衝撃を浮き彫りにということで AFP。私はオリーブの木ですね。令和新選組さん。だから例の参議院選挙後にもしも申し入れがあれば政策を実現するために自民党と組んでもいいよという発言をしたことに対して、それは完全に間違っているので撤回しろよと、謝罪して撤回しろよと、それができなければもう支持しないよというのが私の基本的なスタンスですね。オリーブの木、黒川さんたちは自民党と連立なんか絶対言わないですからね。普通言わないですよね。あれほど徹底的に自民党を批判し、自民党安倍を批判してる人がなんで自分たちの政策を実現するために自民党と連立を組んでもいいというふうに言うんですかね。信じられないね。からプーチンですね、北方領土を引き渡す計画なしとプーチンが正式に表明したということで安倍は莫大な資金援助してでも2島返還を勝ち取って、それを衆議院の解散の大義名分にしたかったんですけど、プーチンから完全に袖にされたと。から北朝鮮の金正恩にもう無条件で話し合おうと言っても無限に断られるというか、相手にもされないと。からイランに行って、アメリカとの緊張緩和の調停をしようと思ったけど、イランからは相手にもされないと。あんたの調停する相手は私ではなくトランプだろうと。トランプがこの緊張関係を生み出した張本人だから、まずトランプの方へ行けよというふうに言って、そして、その直後ですよね、日本のタンカーが攻撃されたということなのね。だそれはイランがやったというふうにトランプ政権は言ってますけど、アメリカじゃないですかね。あるいはサウジアラビアとかカタールとかアメリカの意を組んだ部隊がやったという可能性の方が強いでしょうね。から NHK のでっち上げ 42%。からこれが40億ドルのまたばらまき。途上国の子ども130万の予防接種感染症対策に40億ドルと安倍。その原資はどこから来るんだろうね。特別会計ですよ。から必死のお願いという和田政宗、これの音声がバッチリ捉えてたということですね。文春オンライン。その URL がこれです。からテロ後の世論をマインドコントロールと A 政府の極秘作戦という、これ AFP ですね。AFP っていいですよね。これ共同とか時事通信っていうのは絶対こういうことは書かないですからね。今日の重要情報、和田政宗が週刊文春の公職選挙法違反報道に妄想全開
切り張りと反論もと文春にノーカット録音を突きつけられたということで、もう絶対絶命ですね、これほどはっきり。坂の上愛さんともお付き合いくださいませんかと。三平さん、この方知らないんですけど、私坂の上玲さんか愛さんか、ツイッターで紹介していただければ連絡が取れると思うんですよね。ということで、今日の放送、月曜日の放送はこれで終わりです。非常に、今、日本時間、真夜中になっちゃいましたね。12時6分ということで、開始が遅くなったんで、そして、106分の長時間の放送になりましたんで、深夜を回りました。申し訳ないですね。お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとお茶等々のギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで今日の放送はこれで終わりです。また明日火曜日、できるだけ早くやりたいと思いますので、またよろしくお願いします。お疲れ様でした。K さんですね。ということで、お疲れ様でした。なんとかお願いしますと。三平さんですね。ということで、今日の放送はこれで終わりにします。お疲れ様でした。また明日ですね。